他のパラダゲーと一番違う要素として、ビクトリア3は、やっぱ内政がすっごく細かいじゃないですか。他のパラダゲーみたいになんかパッと他の国選んで戦争して領土を奪ってみたいな、そういうのできないじゃないですか。外交とかあんなめんどくさいことをちみちみやらないといけないわけですよ。ビクトリア3で外交めんどくさいっていうの問題発言かもしれないけど、特にプレイヤーじゃなかったらね、戦争とかもあんま起きないんですよ。今回もその細かいことを一切やらせません。なので今回は AI が隣国にバンバン戦争を仕掛ける世界にしてみました。凄まじいですね。これは何が起きてるんでしょうか。完全に欧州は火の海です。中立であるはずのベルギーにも普通に戦争仕掛けてるからね。もう秩序はなくなったようなもんですね。いや、すごいこれ。唯一の例外として、同じ市場にある国たち同士では戦争は仕掛けないようにしてます。じゃないと多分ここ地獄絵図になるからね。こんなに簡単に隣国に宣戦布告できる世界だったら、隣の国とか一切ない日本が最強になるんじゃないかと。普通にね、この島の中で平和にね、この世界中が火の海になるのを見つめるだけでももう十分なんじゃないかと。オーストラリアとかも普通にこの人たちはあれだからね、普通のビクトリア3プレイになるからね。現在のフランスの様子です。一体何が起きてるんでしょうか、これは。これはどの外交戦に参加すればいいのかな、これ。ちなみにこの戦争、負けたら即終了です。もうね、皆さんね、気をつけて戦っていただけたらなと思います。こんなん外交もあったもんじゃないよな。普通にだって戦争してるからみんな忙しいもんな。懐柔して参加してくれないだろ、どれも。してくれるのか、これ。予算が持つのかどうか心配だね。戦争して、最終的に全国が破産になるって結果もあるかもしれない。というか、お金より人の心配を最初にした方がいいのかもしれない。これ人口なくなるんじゃねえか。この世界だとむしろ広く領土を持ってるイギリスの方が不利かもしれないな。圧倒的に参加する戦争多いもんね。いや、ただ一番辛いのこれ、オーストリアかもしれないな。プロイセンと、あとどこだ、オスマンとも戦わないといけなくて、ロシアにはまだ宣戦布告されてない。でもスイスとかイタリアの国とかにも戦わなければいけない。地味に有利な国見つけたわ。アメリカ。この部族たちは宣戦布告してこないから、実質最初の敵がメキシコと、あとイギリスか。いや、どうだこれ。もしかしたらきついかもしんないね。でも多分イギリスも相当忙しいだろうからもしかしたら大丈夫かもしんないな。自分がイギリスプレイヤーだったらちょっと発狂してるわ、これ。他の国が戦争まみれの中、平和だな、これ。平和だ。外交しなくていいって幸せなんだな。ロシアも戦争多いな。やらないといけない数。あとそうか、戦争してるから貿易とかももうないようなもんなのか。ビクトリア3のさ、外交と貿易っていう二大要素がないからね、この世界。もうビクトリア3じゃねえよ、これ。ロシアの序盤の強みは木材の多さだけど、これ輸出できる？一応できなくはないね。アメリカとかに送れば、まだ大丈夫なのか。アメリカと戦争することないだろうからな。これ武器の生産力少ない国は結構不利かもしれないな。ってなったらやっぱりプロイセンか、これ。もうそろそろ戦争も始まりますね。62%。一応、外交はなんとかしようとしてるんだね、これ。この状況でも。ただ食料が足りないのかな。ちょっと心配だよな。ただこの世界大量に人口減るだろうから、なんかいい塩梅になるのかもしんない。これイギリス諦めたのか、これ。インドがもう独立。これもう東インドめちゃくちゃ強くなるんじゃないか。こんな序盤でイギリスから解放されることなんてないしな。とんでもないことになってんな、これ。ポルトガルとなんで3個も戦争してんだこれ。この世界に住む人にとってはたまったもんじゃないだろうな。この天下分け目の戦いは、ロシアが圧倒的優勢。東インドからにも攻められてる。全門の虎肛門の狼。ただアヘン戦争とか仕掛けられなくてよかったな。いや、フランス軍の快進撃が止まらない。これチリが物を言うな、この世界だと。北米ではアメリカとカナダ、メキシコによる三つどもえの戦い。ただ、なぜか知らないけど、協力してメキシコを倒しているように見えるな。これ完全にイギリス軍がカナダをガラ空きにしてるな。もう対処できないんだろうな。肝心のイギリスはなぜか知らないけど、モロッコを制圧してるみたいですね。東インド会社もオランダから独立。こいつらも結構強くないか、これ。ヨーロッパ勢の戦力がどんどん削られていくな。これヨーロッパ以外の優勝もあり得るんじゃないか、この世界。これ人口増えてるように見えるけど、みんな勘違いしないでくださいね。これシンプルに他国を吸収してるだけですからね。オランダとの戦争に勝利したベルギーがネーデルランド連合を設立。ベルギーの中立とは一体何だったのか。
スイスに至ってはもう制圧されてるしね。地味にダークホースかもしれないのがエジプト。このアフリカの国たちを吸収するの相当でかいかもしれないね。ここら辺も人口たくさんいるしな。この世界だと何が重要なんだろうな。やっぱ人口なのかな、結局。ついに最初のドミノが崩れた。フランスがスペインを吸収。もう西側にはポルトガルしか敵がいなくなるんだよね。この東側の戦線しか集中しなくていいっていうのがフランス、これ相当でかい。それで言ったらイギリスも有利なはずなんだけどね。なんか上陸作戦多くない？なんか AI の兵の配置ガッバガバだな。仕方ないよな。おそらく混乱してるんだろうね、イギリス側も。こんなにたくさん戦争をやることないだろうからね。なぜアメリカではなくインディアンたちがテキサスを手に入れたんだ？こんな見たことがないぞ。あ、一応停戦は守られるんだ、こんな世界でも。こんなに戦争バンバンしまくってんのに一応律儀に守ってるの可愛いな。ついにフランスがプロイセンを併合。これでヨーロッパはもうフランスのものだ。これもう止められる国いないんじゃないか、さすがに。って思ってたらとんでもない怪物が爆誕。人口と面積で言ったらぶっちぎり1位の国が誕生したな。ヨーロッパはもうこの2強に絞られた感じだな。気のせいじゃないよな。人口が減ってるから逆に生活水準上がってるんだけど。もしかしたら貧乏人から順に徴兵されてるのかもしんない。ただそろそろ破産寸前にまで近づいてる。ちょっともう戦争のしすぎで限界近づいてないか、これ。イギリスに関してはもう破産してるし。こうなると軍事力にもデバフがかかるから、なるほど、なんかあんまイギリスが拡張してないなと思ったらこれが原因だったのか。この状況に陥ったらこの世界ではもうゲームオーバーだな。とか言ってたらやっぱりイギリス軍が内政で崩壊したな。やっぱこの、うわー化け物が、目の前にモンスターが生まれてしまった。これ、もう終わりでは？拡張しまくることによって無理やり破産を回避してるな。ゴリ押しにも程があるだろう。なんでローマ帝国みたいな経済のやり方してんだ。あ、ついに中国で独立戦争が発生。さすがにこんなたくさん維持するのは難しいよな。ただ兵が弱すぎる。最後の強敵かと思われた東インドがまさかの自滅。335に領土が散ってったな。いつの間にか世界地図の色がむちゃくちゃシンプルになってるな。ついに起きてしまった。アシカ作戦。フランス軍上陸成功。これでもう終わりか決着ついたか。いや、ただ、求める条件がしょぼすぎるだろ、これ。天秤釣り合ってなさすぎだろ。数年後のこの戦争では、もう、ついにイギリスを仕留めるつもりだな。イギリス国家滅亡する可能性あるのに、代わりがフィリピンにおける奴隷制禁止なんだな。どうでもいいだろ、正直。二度目のアシカ作戦も決行して、もうイギリスは、ついに消滅してしまった。世界地図が青色1号に染まってしまった。いや、もうゲームセットかな、これは。もう勝てる国いないだろ、さすがに。ただ奇跡的に周りの部族に囲まれてルワンダは生き残ってるな。これ、ルワンダ最強じゃない？ただ世界のほぼ全てを手に入れてる割に GDP 低すぎるだろ。人口は確かに高いけど、生活水準に至ってはほとんど上がってないしな。戦争のしすぎで民が置き去りになってるな。あと何もしてない日本がいつの間にか世界3位になってるんだけど。結局人口は、少なくなったけど持ちこたえたって感じかな。拡張スピードがあまりにも速かったからな。普通にやってたらあんなに早く領土取れないしな。特にロシアとか、最後のインドの独立国家、コーチンに、フランス軍が押し寄せてくれ。凄まじい、なんだこの量は。オーバーキルにも程があるだろう。いらないだろ、どう考えてもこんなたくさんの兵力。これ、アワドとか、ジャワとか、独立っぽく見える国も、全部フランスの保護国だからね。独立してる国、これもう4カ国ぐらいしかないんじゃないか。ついにアメリカにも宣戦布告。うわー、圧倒的だな。いや、圧倒的な欠陥だったな。これ以降も変わることはないでしょう。フランスが世界一位、そして世界2位は日本。でも結果的に2位になったから、説ほぼ立証ってことでよくね、これ。でも物は考えようかもしれんな。いくらフランスが強いとはいえ、常に戦争してる国には住みたくはないよな。そう考えると、この関東とか四国とかに住んでる、この人たちが一番の勝ち組なのかもしれない。ちょっと考えさせられる動画だったら、てか、ビクトリア3にこんな得の高い動画求められてないから、ただのシミュレーションなんで。いや、早かったな。たった20年しかやってないもんな。でもこんなハイテンポなビクトリア3になれたら、普通のビクトリア3できなくなるかもしんない。これをビクトリア3の動画と呼ぶ勇気を叩いてほしい。でも激しく地図が変わるからなんだかんだ言うて面白かったな。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ルーポリでした。バイバイ。